ロケットタイプのチップもダイソーで購入しました。いいですね、綺麗なライン。はい、皆様こんにちは。ネイリストの公園です。本日も私のちび詰めにジェルネイルを塗る様子をお届けしたいと思います。今回ももう右手には完成したネイルをつけております。今回はね、ちょっと超シンプルでほとんどアートがない感じになっております。ちょっとお試しで3色使ってるんですね。実は2色に見えるんですけど、3色使ってるんです。で、このピンク、濃いピンクと薄いピンクとちょっとベージュ系のカラーを塗った上にオーロラパウダーでツヤを出してます。ちょっとこの色が必要なかったかなっていう感じなので、この2色ですね、濃いピンクと薄いピンクの2色で塗っていこうと思います。ちょっと今回も手がカサカサでお見苦しいんですけれども、季節の変わり目ですごい乾燥しております。まあね、最後の仕上がり動画は綺麗にハンドクリーム塗って潤いのある手を写したいと思いますので、最後までご覧ください。それではまずベースジェルを塗り終わったところまで進めていきたいと思います。いつものように、こちら甘皮の処理、お爪の形と長さを整えた状態、お爪の表面もザラザラにしてジェルネイルがくっつきやすいようにしております。そこにボンドエイドレア調整剤ですね、こちらを塗ってベースジェルを塗り終わったところまで早送りでご覧ください。今ベースジェルを塗り終わりました。今回はオーロラパウダーを最後にかけるので、気をつけた点はムラなく綺麗に塗るようにしました。凹凸がないように表面つるーんとベースジェルで仕上げるように塗っています。で、それを確認する方法は動画にも映ってると思うんですけど、光のライン、これを目安にして光のラインに歪みがないようにつるんと塗れてるかを確認しながら塗りました。こちらにカラーを塗っていきます。今回使うカラーは2色、ココエストの E139S と E116、 どちらもピンク系なんですけれども、こちらはちょっと濃いめのピンクで、116、116番の方は結構白っぽいピンクになっております。こちらを塗っていきます。まずね、白っぽい方のピンクを2本で、こっちの濃いピンクを3本塗ろうと思います。親指にはこちらの白っぽい方のピンクを塗ってみます。はい、今こんな感じで2色塗りました。めちゃくちゃ気をつけてムラが出ないようにラインがね、光のラインが綺麗に出るように塗ったつもりです。やっぱりこういうジェルってね、見た目と塗った時の色結構違いますよね。次にこちらのオーロラパウダーウルトラピンク、こちらを全部の指にかけていこうと思います。こちらはちょっと商品リンクがあればいいんですけど、なければ申し訳ないですけれども、似ているもので代用しようと思います。これね、すごく光ビームの強いものということで探して購入したものです。オーロラパウダーを塗る前に必要なのがこのようなノンワイプタイプのトップコート。これはいつも仕上げに使っているものなんですけれども、そういったものでコーティングを1回します。ということで、こちらもね、表面に一度塗ってライトで完全硬化していきます。こちら塗ってすぐに結構ね、こっくりとしたこってり系のジェルなので、塗ってすぐライトに入れると筆の跡とかが残っちゃって綺麗な表面にならないので、ちょっとセルフレベリングって言ってじわーっとジェルが広がる性質を利用して表面ツヤが出るように、表面に光のラインが綺麗に入るように今ちょっといろんな角度から見ています。
良さそうですね。こちらでライトで固めます。はい、今ライトで完全に固まりました。次にオーロラパウダーを塗るまでは表面なるべく触らないようにした方がいいので気をつけながら、あとの4本の指のトップジェル塗りたいと思います。はい、今ノンワイプタイプのトップジェルを塗りました。完全効果で全てしっかり固まっております。オーロラパウダーを全部の指に塗りたいと思います。これだったような、これだな。はい、じゃあこれでミラーパウダーをねこすりつけていこうと思います。結構しっかりめにじゃあ塗っていきます。いいですね、綺麗なライン、綺麗な光のラインが出ていい感じに成功したかなと思います。綺麗綺麗、すごく綺麗。結構飛び散ってしまってますけれども、そういった場合は飛び散るのが気になる時はね、取って一回こういうペーパーとかでキュッキュッキュッと染み込ませてから塗ると比較的飛び散りがねまだマシかなと思います。綺麗に塗れましたね。でこういうシリコンプッシャーとかがあればシリコンプッシャーでさらにしっかりと密着を高めるために押し付けてこすりつけるとこうねツヤ感が変わったのわかるかな。粉っぽさも取れていい感じにしっかりと密着してくれるので、本当にこれはね重宝しますよ。シリコンプッシャーは一つ持っているのがおすすめで、この後私はね専用で普通のダストブラシでもいいんですけど、ダストブラシにすでにダストがついてしまっている場合は絶対に使わないでください。ファイリングした後にね使ったこういう大きいダストブラシでもいいけど、これにもうすでに何かがついている場合は絶対にそれは使わないでください。私はこれアイシャドウブラシ、ミラーパウダーとかオーロラパウダー専用で1本持っているので、万が一こちらについている粉がついてもパウダーなのでこれはいいです。ダストブラシの時はダストなのでねついてるのが綺麗にした爪にもう一度ダストがつくのって嫌じゃないですか。だからねこういう専用のブラシ、もうこれもねダイソーで購入した100円のものなので、こういったものを一つ持っておくと便利です。超綺麗。でもなんか実物がすっごく綺麗なんだけど画像にあんまり綺麗に映ってないのが綺麗にできました。今回は超シンプルにこちらにもう一度こちらのトップジェル、ノンワイプタイプのトップジェルを塗って仕上げて終わりたいと思います。ちなみにねこのチップもロケットタイプのチップもダイソーで購入しました。せっかくねここまで綺麗に塗ったから仕上げもほんと気をつけてセルフレベリングの性質を利用しながら綺麗に仕上げたいと思います。である程度ほわーんと広がるのを待って、広がりすぎたなと思ったらひっくり返して爪の先端に集まるように待っていただいて、また戻すっていうことを繰り返したらこの皮膚に流れていかないので、こう皮膚に流れそうでやばいなと思ったらひっくり返すっていうのを繰り返してみてください。今ライトで全部固めました。でノンワイプタイプ、こちらねノンワイプタイプなので拭き取りはいらないんですけれども、ちょっとワンポイントでいつも拭き取りに使うこのような足とも染み込ませたコットンで軽くねこの辺りを中心に拭いてあげると細かなパウダーとかも取れたり、ちょっとね未硬化ジェル、カラージェルがついちゃったりとかね、未硬化ジェルがもし残っていた場合、ベースジェルとかもねはみ出して塗っている場合とかもあるといけないので、こうやって拭き取ってあげるととってもすっきりしますので、皆さんぜひねノンワイプトップで仕上げると言ってもこの辺り拭いてみてあげてください。と
という感じで仕上がりました。こんな感じです。光のラインもすごく綺麗に入って綺麗に塗れたと思います。見て、こっちデコボコでしょ。これいい見本になるよね。逆にね、利き手じゃないので左手で塗ったのでこんなにちょっとデコボコになっちゃいましたけど、利き手で塗ったらこんなに綺麗に、ね、なるということで、下地をどれぐらいまで作り込むかでかなり仕上がりの美しさが、特にオーロラパウダーとか使う場合はね、仕上がりに変わってくると思うので、ベース作りをしっかりとするようにしてみてください。今回使った材料を最後におさらいしていきます。今回すごくシンプルなデザインなので、こちらの12345点になります。ベースジェルはジェルグラフのソリッドベースで、カラーはココイストの E139S と E116 で、その後アイニティのノンワイプトップジェル、ノンワイプタイプのトップコートで石度コーティングをしてから、こちらのウルトラピンクというカラーのオーロラパウダーをかぶせました。こちらはベースジェルを塗る前の下処理剤ですねになります。で、こちらのオーロラパウダーを塗った後にもう一度アイニティのワイプトップジェルでコーティングをして、このようなツヤツヤの仕上がりになりました。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録やグッドボタンが動画作りの励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。